こんにちは。こんにちは。いや、今日暑いですね。こんにちは。どうも。あ、こんにちは。あ、こんばんはっていうのはあれなのかな、今、海外の方なのかな。聞こえますか？こないだ、私ちょっとイヤホンで喋ってて、終わってからイヤホンで喋ってたって気づいたんですけど、今回はスマホのマイクで喋ってるんですけど、どっちが聞き取りやすいですかね？なんかこの間結構はぁはぁ私の息が入ってたんで、なんかイヤホン近いから息がこうはぁはぁ入っちゃったのかなと思って、ちょっとイヤホンはやめたんですけど。こんにちは。あ、今の方がいいですか？よかった。あ、どうも向井さん来てくださったんですか？ありがとうございます。ちなみに、鼻詰まりはですね、花粉症なので、まだ治ってないです。ちなみに、この間、一人で初めてテストでやって、あまりの孤独に、終わった後本当に孤独だったと思ったので、今日ちょっとおやつの時間っていうのもあって、カフェミュージックをかけてるんですけど、音楽はちょっと聞こえますか？ちょっとうるさかったりしたら言ってください。仕事サボっちゃダメですよ、向井さん。もし音楽がね、うるさいわとかだったら、音量下げるんで。花粉症にはレンコンがいい一番。おー、そうなんだ。かすかに聞こえます？あ、上司がサボってるので便乗してます。大丈夫ですか、アシュフォードさん？あ、ちょうどいいですか？すいませんね。まあ、今日、コロがなかなかおねんねをしてくれなくて、で、やっとついさっき眠ってくれたんですけど、いつ起きるかわかんないっていうか、今日に限ってすごいそばで寝てるんで、なんかもうハラハラなんですけど、レンコン毎日食べてますよ。花粉症軽くなったように思います。へえ、レンコン食べよう。そうなんですよ、コロ様。さっきちょっとね、お目覚めになりかけたので、やばいなと思って。仕事休んだ方がいるんですか？大丈夫ですか？はい。どうだろう。コロちゃんね。コロちゃんはカメラを向けるとお目目パッチリで起きちゃって、泣いちゃって大変なのでカメラ向けられないですね。はい。じゃあちょっとお話始めていっていいかなという感じで、今回はですね、ちょっとこんな感じでよろしくお願いいたします。えー、こないだね、テストをやっぱりやっといてよかったなと思って、テストでちょっとライブやって、コメントが私は全く読めない、このスピードに目が全くついていかないということが分かったので、はい、神田とかみたいな、どんなスピードでも見れるぜみたいな感じだったら、まあ、読めるんだろうなと思うんですけど、はい、こんな感じで今回はお願いいたします。はい。ちょっとね、途中ね、変な音が聞こえるかもしれないですけど、はい。あ、はい、ありがとうございます。でも、この間、この間の時よりコメントがゆっくりだから、もしかして皆さん気を使ってくださってるのかな。この間はね、もう、ブワーってなんか映画のテロップを早送り3倍速みたいな感じで流れてたので、ちょっと目にも止まらぬみたいな感じだったんですけど、
はい。じゃあそんな感じで、じゃあまず最初の、これはお知らせみたいなもんなんですけど、原画展がね、決まりました。これはすいません。もう公式で発表されてるはずなので、もう言って大丈夫ということで、警視からお許しをいただいてるんですけど、まだですね、キービジュアルご覧になってない方とかいらっしゃるかもしれないんですけど、ありがとうございます。そうなんですよ。で、キービジュアルご覧になっていただいた方は、多分、見てくださってるんで、分かっていらっしゃると思うんですけど、原画展決まったんですけど、コロナで、ちょっと日程とか場所とか告知されず、とりあえずやりますっていう広告だけライズに今回載ったんですけど、本当はですね、日時も場所も開催地も、全部載るはずだったんですよ。全部決まってたので。なんですけど、ちょっとどうなるかわからなくなってしまって、正直この時期に、原画展をやりますっていう告知をすることも悩んだんですよね。自粛しなきゃいけない時に原画展のお知らせを載せるのはどうなのかっていう葛藤が私とか警視とか、主催者、言えないや、こちら側のね、作り手側の思いとしてはどうなのかなと、不謹慎じゃないかなっていうのはすごくあったんですけど、なので実はこれどうなるか、やることは決まったけど、実はどうなるかっていうのはゴールデンウィーク明けの会議で決まるそうなので、実はもう私も今これがどうなるのか実は分かってない。決まっていた日程から延期になるのか、最悪はやっぱりやめとくかみたいなことになるのか、そこはちょっと私にも今はわからないんですね。ただ警視は何が何でもやる方向に持っていこうとはしてくださってるんですけど、なのでお知らせをしときながらいつやるんだっていうことが今は全くお伝えできないっていう、このね、心苦しさというか、本当申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、こういうのしんどいですよね。私もちょっと自分がもし何か作品のファンで原画展やりますって出て時期未定とかだったらしんどいなと思うので、ありがとうございます。ありがとうございます。なので原画展やることは決まってるので、一応ですね、去年の後半ぐらいからもうやることが決まって動いてたので、いいイベントになるように実は企画とかいっぱいいろいろ考えたりとかしてて、でグッズとかも皆さんにどうせならここぞというところで私が欲しいグッズを作ってもらえないかと思って、ここぞとばかりにリクエストをしまくったりとかいろいろしたんですけど、なのですごい楽しみに私自身もしてたんで残念なんですけど、まだどうなるか分かんないから、ここは希望を持ってやるっていうことだけお伝えをしておこうということになりました。はい。グッズありがとうございます。一応ですね、文房具のリクエストめっちゃ出したんですよ。もう紙にガーって欲しいグッズの文房具ですけども、全部文房具のグッズを書き出して、もちろん万年筆とかガラスペンとかも筆頭にわーって書いて警視にお願いしますって渡したら、なんか警視がそれ見てこれガチなやつですねみたいなこと言われて、私いつだってガチだよとか思ったんですけど、
ありがとうございます。グッズね。グッズはね、なんか、面白いの作りたいですよね。文房具のグッズが作りたくて、もういいものをできるように、こう、監修させていただいてるので、ガラスペンとか欲しいですよね。わかる。ガラスペン欲しい。うん。でですね、なんかこう、会場に、こう、皆さんが筆記用具持ってきていただいて、こう、お絵描きしていただけるゾーンも作りたいなとか、いろいろ考えてるので、なんか、ちょっとずつになるとは思うんですけど、こちらは、小出しになるかもしれないけど、お知らせはしていくので、原画展ね、いつですかって言ってくださってるんですけど、すいません、原画展はですね、まだ未定なんです。すいません。コロナでね、コロナが早く終わってくれれば本当いいですよね。もう本当ね。なんかいっぱいコメントありがとうございます。はい。ありがとうございます。ちなみになんか実はこの原画展に合わせていろいろと企画が動いてて、今、なんだろう、こう、多分お知らせとか来てると思うんですけど、こういうリミックスとかも実は原画展合わせでやってたんですよ。原画展とも合わせられなくなっちゃったんですけど、こういうのも、こう、集英社さんやってくださってて、このリミックスですね、ちなみにこのタイトルのこのロゴのデザインとかわざわざですね、そのコンペをしてなんか選ばれたデザイナーさんがこう手掛けてくださってるそうで、すごいなんかいつもの D グレの見た目とは違う感じなんですよね。で、中のなんか目次のデザインとかもこう D グレらしいデザインを考えてくださったりとかしてて、結構なんかこれはなんか可愛いなと思って、でこんなんがアニメイトの方で限定で特典でつくクリアスタンドだったりするんですけど、これ私4巻分もういただいてるんですけど、サンプルでこれはちょっといいですね。他のキャラ誰が出てくるのかちょっと言えないですけど、これはなんかいいなと思いました。ちょっと集めがいがありそうな感じでした。はい。すごいテカテカ光ってるな。はい。ちなみにキービジュアルってご覧になっていただけましたかね、原画展の。原画展のですね、キービジュアルのちょっと裏話でもしようかなと思うんですけど、原画展のキービジュアルってご覧になった方はもう見てらっしゃるんでわかると思うんですけど、最初ですね、4人を座らせて、これ4人誰かわかんないと思うんですけど、ここにこういるのがアレンさんで、ここにこういるのがラビさんで、ここにこうちょっと中腰でいるのがリナリーで、ここにですね、またこれも中腰でこういる神田っていう、なぜか最初ですね、これでお願いしますって来たキービジュアルの依頼がみんな座ってるっていう、で後ろに伯爵っていうね、こういう構図だったんですよ。だけどいろいろ私もですね、キービジュアルって原画展のポスターになるし、多分会場にもバーンって絵がでっかく載るわけじゃないですか。多分依頼してくださったデザイナーさんはちょっと分かってらっしゃらなかったと思うんですけど、伯爵ってでかいんですよ。こんなでかいんですよね。こんなにこう
でかくて、で、そこにキャラ前に座らせたら、すごい、ここの中心、伯爵しかいないみたいな。だいたいまあ人の目線ってここら辺に行くと思うんですけど、伯爵で、その下になんかこう小鳥のように、ね、まるで親鳥と小鳥みたいな感じで、なんて言うんですか。これはなんか、キービジュアルのポスターとして出た時どうなのかしらと思って。あとですね、やっぱ武器持たせたいじゃないですか。アレンとリナリーはいいですよ。体にね、ちょっとついてるから。だけど、まずリナリーが、まあ、なんで後ろにいるのかっていうのもあったんですけど、後ろにいたらリナリーの足が見えないじゃないっていうね、足問題。リナリー足見せなきゃダメじゃんみたいな。そしてラビちゃんの、ハンマー問題ですよね。ハンマー、ちっちゃいの持たせるの嫌なんですよね。やっぱこう、せっかくのキービジュアルでちっちゃいハンマーこう持たせるっていうのは、なかろうと思って、それはやっぱでかいの持たせたいわなってなったら、コロさんが、でっかいの持たせたいのは、だったら、こう、後ろの二人に当たるじゃん、みたいになったり、あと神田も、中腰で無限をこう構えさせるっていう、こうちょっと不思議な感じになるんですよね。すいません。ちょっとコロさんが、起きられたので、すいません。ちょっと、一瞬ちょっと失礼します。すいません。戻りました。ちょっとコロが寝る場所変えたいって言って泣いてたので、お薬飲ましてると、ちょっとコロ体がちょっと副作用であんまり動かなくなっちゃうんで、行きたいところに連れてってあげないとダメなんですよね。はい。どこまで話したかな？ありがとうございます。ただいまです。で、まあ、神田の刀はなんとか入るとして、アレンの左手はまあ見えるからいいとして、ティム・キャンピー置いたら余計に神田の顔に羽がかかるんじゃないかっていうティム・キャンピー問題。ティム・キャンピー入れたいですもんね。でもやっぱ私の中で一番引っかかったのが、このリナリーの足問題だったんですよ。イノセンス見えないわ、リナちゃんの一番大事なとこ見えないわ、ラビちゃん邪魔だわ、みたいな。でもここでラビちゃん邪魔に思っちゃうのもかわいそうなんですけど、じゃあなぜリナリーが真ん中にいないのかっていうところにも、ちょっと、なぜ後ろなのか問題。これがですね、こう、いざ書いてみるってなった時に、リナリーの足は大事なんですよ。そう、別にラビが悪いわけじゃないんですよね。こういう風にお願いしますって言われちゃったんで、で、これでお願いしますって言われて、私相当頑張って、最初これで頑張ってみたんですけど、ね、これだと本当にもう、問題ないの、ここだけ、伯爵だけオールオッケーじゃないですか。神田は顔に羽かかったらダメだろうし、ラビのハンマー、こんなところに来てもな、みたいな。まあ、ハンマーってやっぱ大きいし、かっこよく持たせたいっていうね、男らしく。なんかこんな、ラビになんかこう、両手でね、こんななんか、ちょっと手短いですけど、こんななんかちまっと持たせるのも、なんかな、みたいな感じだったんで、これは、ちょっと、小菅さんって言っちゃう。担当警視に、すいませんって言って、立たせてもらえないかっていう。この立たせてもらえれば、まず人の目線のところ真ん中に一応キャラたちの胸元も来るから目線が全部ここに集中できるし、なんといってもね、立つことによって
こうキャラ一人一人が全身がちゃんと見える。で何よりこれ依頼された時グッズにするんでキャラを全員単体で全身すべて描いてくださいって言われてたんですよ。全身すべて描いてくださいで、もしこっちで全身すべて描いたら、まず後ろのリナリーと神田なんて中腰ポーズじゃないですか。これかっこよいかみたいな感じがしたんですよね。たとえなんか単体でなんかの素材として使ってもらってリナリーの足がリナリー単体になれば見えるとしても、そのポーズどうなのよっていう、座ったポーズでグッズどうなのかなっていうのがやっぱあったんですよね。なのですいませんと、本当申し訳ないんですけど、そのデザイナーさんにちょっと謝ってもらって、これで行かせてくださいということで、このアレン見えるかな、神田ラビリナ、一応ねあんまりガラッと変えるのもなんなんで、一応言われてる立ち位置は変えずに、この感じでいければラビのハンマーもねドーンとここに乗せられるし、リナちゃんの足も見せられるし、神田さんの刀もねここダーンと出せるだろうと。でティム・キャンピーもかぶっても何も問題ないと。伯爵はですね、いくら隠れようとここさえ見えてりゃいいやっていうのがあるので、伯爵はもう体がほとんど隠れてたって構わないっていう、そう立ち位置大事。そうなんですよ。なんでこれで行かせてくださいって言って、もう怒られるかもしれないけどこれがいいと思うんですって言って、これのキービジュアルを書かせていただくことになったんですね。で担当軽視的には分かりました、俺に任せてくださいっていうことで、もうこれがいいんだっていうふうに私がダダをこねてるという形でなんとかこれで行かせてもらったんですね。そうなんです。でなんかこれで行きましょうって言われて、よしよかったと思って若干ラフッと書いたのがこちらなんですけど、ちょっと後ろね薄いんですけど伯爵いるんですよ。ここにね伯爵はいるんです。でこういうふうに神田さん、アレンさん、ラビちゃん、リナちゃんと置いてみたと。で置いてみてまず思ったのは、ラビのハンマー別に当たってはいないんですよ。当たってはいないんだけどリナちゃんの頭にかかってるよね問題。そして端っこの一番大事な部分とかがアレンさんの顔で隠れてるよ問題。本当もうこの子はね大ぶりなんで、なんか集合で立たせるとき一番気を使わせるというか、なんかこう何かしらやらかすんですよねラビは。ちゃんとこうねスッと入ってくれりゃいいのにってなって、そして一番の問題はヒロインが隅っこにいる問題ですね。これ私の中では大事。これヒロインがなぜ隅っこなのか、ここじゃねっていうね、ラビちゃんのとこじゃねみたいな感じになり、でもな、最初デザイナーさんがこう依頼してきたのはこの神田、アレン、ラビ、リナリーの順番だったからなって思って散々悩んだんですけど、ちょっとやってみるかと思ってこういう風に2人の順番を変えてみたわけですよ。これじゃんみたいになって、これだとやっぱね、それでもラビのね大事なここの部分はリナリーで隠れるんですけど、それでもここは綺麗に出るし、ちょっと伯爵の手はねこうちょびっとここしか出ないですけど、伯爵なんてここさえあれば問題ないですから、この顔さえあればね。でアレンとリナリーがちょっと向かい合った感じになるのも可愛いし、そこにこうね18歳じゃないかもう19歳のお兄さんが2人を囲んでる
っていうこういう図の方が見栄えが良かろうということになり、結局ですね、もう当初のこれでお願いしますって言われてたのとはだいぶ程遠いこういうのが出来上がったわけなんですね。はい。伯爵なんてとか言ってますけど、一番派手な色してるんで、全然ね、伯爵の存在感は消えてないんですけどね。うん。やっぱね、そう、依頼されたものを、依頼された通りに書くのも大事だと思うんで、基本私、普段依頼されたら、もうそこはできるだけ守る方なんですけど、今回だけは、このキービジュアルだし、後々グッズになるかもしれないし、グッズになった時も、立ちポーズの方が、いろいろとね、見栄えが良かろうという、そのグッズのことも考え、そしてなんかやっぱりキャラ一人一人がしっかり見えててほしいっていうのがあったので、すごいなんか今回は本当にデザイナーさんからの依頼をほとんど全てないがしろにした感じにはなってしまったんですけど、これで行かせていただきました。はい。なのでこのキービジュアルで、決まったんですけど、ねえ、皆さん座ってるのよりはこっちの方がきっといいって言ってくださると私は信じてるんですけど、はい。そうなんですよ。結構これ、しっちゃかめっちゃかっていうか、いろいろと吸ったもんだがありまして、大変だったんですよね、キービジュアル行くまで。で、このキービジュアル書いてるときは、まだ、コロナがこんな事態になるとは思ってなかったんで、すごいもう、希望に満ちた感じで書いてたんですけど、立ってる方がいいですよね。ああ、よかった。絶対こっちの方がいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。分かってくださる皆さん、嬉しい。そうなんですよね。なんかキャラが座ってる絵面のグッズって使いづらいと思うんですよね。で、私がもう自分がファン目線だったらっていうので考えてはいるんですけど、なのでね、これがまあ、キービジュアル裏話でございました。はい。ありがとうございます。そう、座ってたらみんなの良さね、出ないんですよね。立たせてなんぼ、若いもんは立てっていうね。そんな感じです。はい。ありがとうございます。よかった。よかった。なんかこんな言い訳みたいなこと言ってるんですけど、別に言い訳じゃないんですよ。これは本当にこういう裏話的なものを、いつもね、なんかカラーイラストの裏話とか投稿してるので、まあここでもやろうかなみたいな感じでやっております。はい。うんうん。あ、よかったです。ありがとうございます。うんうん。グッズ展っていうか、まあ原画展なんですけどそうなんですよ。企画のことやデザインのことを考えてくれるのが伝わりました。いや、絶対、だからなんて言うんですか。結構カラー原稿って、後々グッズに使われることが多いので、一応なんかグッズになった時のことは、なんとなく考えながら、いつも書いてます。使いやすいようにみたいななんか変な感じなんですけど、別にそんなこと頼まれてないんですけどね。はい。さて、あ、
しまった、もう30分経っている。この話で30分いくとはちょっと思ってなかった。はい。じゃあどうしようかな。まあなんか原画展はまだお出しできる情報がそんなにないので、こんな感じなんですけど、原画展ね、ぜひ描き始めて完成までどのくらい時間がかかりますかっていうのは、その絵の内容によるというか、本当キャラ単体とかだったらそんなにかかんないんですけど、今回は全身、しかもなんか一人一人単体で使えるように全身すべて描いた上で、なんか統一感も取らなきゃいけなかったので、まあポーズの試行錯誤が結構これにはあったので、これはなんかキービジュアルだしっていうのもあって、そうだね、5日ぐらいはゆっくりかけて描いてましたね。もう慎重に、どんな風に使われてもかっこよく見えるようにしなきゃいけないと思って。で、原画展のポスターって、なんか、大きいのとかも貼られたりするじゃないですか。やっぱり、ね、自分のキャラがかっこよく、よそ様の目に触れるように、すごい気を使いましたね。毎日でも通いたいくらい。ありがとうございます。原画展ありがとうございます。この4人で一番描きやすいのは誰ですか？この4人で一番描きやすい、4人っていうことはあれですよね。もう伯爵省いた感じで聞かれてますよね。ここにいるけど。これ多分伯爵なしの4人ですよね。この4人で、だと、正直、下絵がサクサク進むのはラビとかアレンですね。で、神田は、まあ、正直描いててつまらない。この人はいつもラビみたいにこう見栄えのいいポーズを取るタイプではないので、今回まあ頑張って腰に手を当てさせましたけど、神田はですね、基本なんかあんまり楽しくなくて、そんなに進みが良くない。この2人はサクッと進むんで、早いんですけど、書いてて、まあ楽しいなと思うのはやっぱ女の子のリナリーですかね。うん。リナリーはやっぱ、可愛くと思って、こうね、自分もなんかちょっとこう、笑顔になりながら書いたりとかしてて、ラビーとかは最終的にはなんて言うんですかね、身長が高いんで、神田との身長差とか、そこら辺も考えてこう、書いたりとかしなきゃいけないんで、なんかいろいろとこう、考えることが後から多いというか、で、ラビはポーズを取る、下絵は描きやすいんですけど、いざ清書するってなると、ラビって本当に装飾が多いんで、めちゃくちゃ時間かかるんですよ、この人、服に。服の装飾で、これ書き忘れてたとか、ここにもこれあったわ、みたいな感じで、もう武器もね、いちいちこんなしましまとか入ってるし、結構ラビは清書には時間がかかる。下書きまではめちゃくちゃ早い子なんですけど、ここら辺3人はなんで清書は早いですね。もうリナリーのスカートのフリルとかもう慣れちゃったから、そんなに苦でもないので、うん、アレンさんですね。アレンさんは、この衣装で描いた場合によりますけど、このですね、この靴がですね、めちゃくちゃ時間がかかるわけではないけれども、すごくめんどくさい。はい。この靴はですね、ほんと描きたくないなっていうぐらい、なんでこんなデザイン考えたの私みたいな。ね。もう描きやすいデザインを考えないといけないのに、ついついこういうところでね、自分のダメなところが出てしまう。これ細かいんですよ。ね、これいちいち手で描いてるんで、すごいめんどくさいです。なんでラビとアレンの足元はめんどくさい。神田とかもう何も装飾ないから、スーッと描けましたよね。はい。伯爵の靴おしゃれって言ってくれた。嬉しい。そうなんですよ。伯爵の靴おしゃれなんです。そうなんです。
ありがとうございます。靴のモデルはあんまりないですね。結構想像で書いちゃってますね。うんうん。はいはい。神田さんの今回の靴へのこだわりはあるのでしょうか？一応団服着てるわけだし、団服着てたら化学班が特注で靴作ってくれてるはずなんで、神田のリクエストの靴だと思いますよ。まあ、すごいシンプルですけど。正直ね、ラビみたいにここに留め具とかあれば、靴が足の中で、なんていうんですか、足の中でっていうか、靴の中で足が滑んなくっていいから、いいんじゃないかなって思うんですけど、神田はまあそういうのないですね。ラビのブーツかっこいいです。ありがとうございます。リナリーのスカートピンクの差し色が素敵ですかな。ありがとうございます。そう、神田はね、シンプルイズベスト。もう、この人はもう、シンプル、ただですらシンプルだったんで、まあちょっと腕まくりとか、多少のなんか動きを服に出させてますけど、うん。もうちょっとね、ラビみたいにね、ポーズ取ってくれればいいのにね。リナリーのヒールは9センチは絶対見えないようにしようと思ってて、多分5、6センチと思ってます。先生のお召し物は部屋着、これですか？これ部屋着です。古着のトレーナー着てます。神田がいつも長い団服を着ている理由はありますか？多分ですね、長い団服を着てる理由は、教団の団服って基本、何のなんかこう、リクエストとかもしなかったら、基本神田みたいなスタイルの団服ができるんですよ。なんで初期のアレンが、一番最初に着た団服も、ロングだったと思うんですけど、特に一番基本のなんか形が神田が着てる団服なんですね。で、そっからみんな丈を短くしてくれなり、ここにこういうのしてくれなり、ラビみたいに、上と下と分割してくれなり、まあ、スカートにしてくれなり、まあ、そこら辺はなんか、本人たちの戦闘スタイルにも合わせてるんですけど、まあ、リクエストを聞いた上で団服の形を変えて、おのおの着てるんですけど、神田は、何のリクエストも団服にはしてないから、一番なんか基本スタイルの、基本ベースのこの形の団服を着てるっていう設定なので、神田がこうわざわざ長いのを着てるんじゃなくて、最初に渡された、その基本ベースの団服が、この形だったから、もう神田は、もうもらったら、まあ、はい、みたいな感じで、それ着てで、特にリクエストもしないまま、任務に行くみたいな感じで来たので、まあ、このロングなんですね。わかります？そういうことだったんです。はい。なんで、もしショートの団服とかが基本の形で、それを初期の頃に神田が渡されてたら、多分神田はショートの団服を着てたんだと思うし、そこは別に神田だからロングってわけじゃなくて、はい。基本の団服がそうだっただけっていう。はい。そう、本当にいろいろ興味ないんですね、神田は。こだわらない。まあ、靴だけこだわるけど、まあ特に渡されたものを素直に着るところ、着るっていう、ね。まあいい風に言えば。そう、クローリーも最初ロングだったんですよね。で、クローリーは今はちょっと違う、体にフィットしたものになってるけど、それはなんか、
だんだんと、多分前コミックスで、コムダンのコーナーで多分答えた気がするんですけど、クローリーの戦闘スタイルに合わせて体にフィットさせた方が悪魔の血が服に吸収された時に、その血がこう、クローリーの体内に入りやすくなるようにちょっとフィットした形にしたとか、そんな感じですね。ラビが弾幕の時マフラーしてるのはなぜですか？本当私もそう思うんですけど、これラビはですね、もう最初の初期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 ぐらいの、もう今とは原型を全く違うキャラデザーの時から、ラビっていうキャラクターにはなぜかマフラーがついてたんですよ。でもそのままマフラーだけ継承して見た目がどんどん変化して今のラビにたどり着いたんですけど、なんか最初からマフラーしてたんですよね。多分ブックマンっていう職業がその旅人を連想させてるので、私の中では。なのでマフラーを肩にかけてるというか、あとは、前も言ったことがあると思うんですけど、ラビに関してはちょっとこう立ち位置がエクソシストでありながらブックマンなので、そこら辺でこう弾幕の上にその別のものをまとわせることで、少しこう立ち位置が違うキャラクターっていうことを表現してるところもあります。はい。こんにちは。ラビがヘアバンドつけてるのはただ単にこれもブックマンは旅人っていう同じこと言ってんな。イメージが私の中にあって、旅人さんはそんなに頻繁に髪の毛カットできないから伸ばしっぱなしになっちゃうし、でも職業柄、物を見るっていうのが大事なお仕事なので、ブックマンって。目元は常にクリアにしとかなければならないということで、こう、伸びっぱなしの髪を、こう、ヘアバンドとか布で巻きつけて上に上げることで、視界を良くしてるっていう、そんな感じですね。えと、初期はちゃんとマフラーしてたのにだんだん垂れてくるマフラー。ああ、そうですね。だんだん垂れてきましたね。うん。なんで垂れてきたんだろう。言われてみたら、そうですね。私もわからない。うん、それは。だんだん垂れてきました。はい。どうしようかな。そう、そんな感じですね。D グレは作り込まれていますね。ありがとうございます。女性の弾幕にフリルがあるのは基本デザインですか？そうですね。やっぱり女性なんで、私がですね、つけたいんでしょうね。女性らしい部分を。でないとこう、正直弾幕もキャラによって少し形を変えて描いてるんですけど、そんなに細かい差じゃわかんない。もっと見た目的にキャラらしい、こう、デザインにするっていうためにも、フリルってすごく扱いやすいアイテムで、なのでそうですね。ちょっとフリルをつけてますね。ラビちゃんの出番いつまでも待ちます。ありがとうございます。こいつね、こいつ、本当待たせてすいません。女の子には可愛い服をね、やっぱ着せたいんですよ。またリナリーのツインテールが見たいです。うん、私も見たい。そこまで伸びる日が来るかな？どうだろう。うん、ツインテールに戻ってほしいんですけどね、私も。なんか今、ノアの衣装が、露出度が高いのはなんでかみたいな、理由はあるかみたいな感じのことが書かれてた気がするんですけど、そうですね、ノアはですね、
確かにちょっとエッチですよね。うん。やっぱ団服っていう、教団で、みんなこう、しっかりとこう、まとった、アレンたちって、こう、しっかり衣装をまとってる側なので、対比させようと思うと、多分ちょっと露出させちゃったんでしょうね。常にノアと教団側は対比するように書いてるので、アレンたちがこう、着込めば着込むほど、ノアたちは薄着になるというか、うん。エッチですよね。うん。あれ、実際来たらめっちゃエッチだと思う。絵で描いてるからそんなに罪悪感ないですけど、もし目の前で、ノアの格好したコスプレイヤーさんとかが目の前に来たら、私ちょっとほんとごめんなさいって言っちゃうかもしれない。そんな服をデザインしてしまって、みたいな。はい。ノアは寒さとか感じないんでしょうか？そこね。そう。ディグレって基本、ちょっと冬仕様じゃないですか。私もなんか、寒くないのとか思うんですけど、多分、ヒートテックなんじゃないですか。ノアの服は。あったかいんですよ、きっと。うん。うん。そう、エッチ。色気がね。ノアは色気をなんか出しちゃうんですよね。こう、カンザとか、教団側のみんながこう、どっちかっていうとこう、押し込まれてるというか、こう、束縛されてる感がこっち側にはあるんで、あっちには開放感みたいなものが、はい、出てるんじゃないかな。ありがとうございます。はい。そう、敵はエッチ。そう、敵エッチ。まあ、敵だけじゃないですけどね。そう、ユニクロは全世界共通ですから。そうそう。うん、ノアは自由。はい。お、なんか、時間が。結構ライブってすぐ過ぎますね。もうちょっといろいろできるかなと思ってたんですけどね。はい。ちなみに皆さん文房具って興味あります？なんか D グレの話題をいっぱいコメントしてくれている。ん文房具興味あります？ある、ある。あ、嬉しい。嬉しいですね。あ、超あります。あ、嬉しい。文具の話題を振っときながら、別に何かあるのかってわけではないんですけど、何か質問とかあれば受け付けます。文具沼にはまりそうです。もうハマってください。ハマろうみんなで。ああ、そうなんですね。興味湧いてきてくださってるんですね。嬉しい。ガラスペン買いました。興味ある。嬉しいな。ラブリーネイビー、ポチったんですか？いやー、嬉しい。おそろ、おそろですね。私がさっき使ってたペンは、ペンテルの筆タッチサインペンですね。はい。んなんか文房具の話題になったらちょっとコメントが早くなった。キャラをイメージしたインク欲しいですよね。ちなみに、もうほんとこれ、もう言うだよ絶対って言われてるんで、もう死んでも言えないんですけど、その、いいグッズが近々出ます。コラボアイテムで、あの、スーパーグルーピーズさんから、なんか出るアイテムとは全く全然違うやつで、
なんだろうな、この間皆さんがこんなの欲しいってテストのライブで言ってくださった時の中に実は実現したものが一つあるんですよ。なのでそれは本当におすすめなので、それについてのグッズの告知がされたら、またその裏話的なことをライブでおしゃべりしたいなと思ってるぐらい、私もすごいそのグッズが楽しみなんですけど、まだですね、情報が解禁されてないので、死んでも言うなと言われてるので、これ以上言えないんですけど、いいのが出ます。なので、はい、SQ をチェックしててください。はい。私も絶対買おうと思ってるんですよね、それは。予備の予備ぐらいで、こう、キャラクターごとに、絶対買いまくったろうとか思ってて、めちゃくちゃ言いたそう。そう、めちゃくちゃ言いたいんですよ。それがもう、いや、他にも、実は、進んでるグッズですごくいいのがあるんですけど、それもね、今は言えない。本当はこの時期に言えるかなと思ってたんですけど、コロナの野郎のせいで結局言えず、時期が微妙になってしまったので、なんですけど、いいものはあるので、キャラクターごとにあるんですよ。はい。なんだろうね。前回のもうテストライブが残ってないから、何のリクエストがあったかちょっと覚えてらっしゃらない方も多いと思うんですけど、そう、やっぱなんか原画展もあったのでですね、皆さんそれに合わせてすごく盛り上げようとしてくださってて、はい。なので、まあコロナね、やっぱり許すまじ、コロナ許せないですよね。本当もう目の前にいたらボコボコにもうこう殴りたい。なんて言うんですかね。コロナを殴る感触をもう味わいたいぐらい憎しみが、その、ね、こう、ただ消えるんじゃない、殴る感触を味わいたいみたいな。原画展行きたかったな一応やるんですけど、今のところは。そうね、コロナね。そうなんですよ。ね、サードエクソシスト吸っちゃってですよね、ほんと。コロナの野郎、ぶっコロナ。何その言葉流行ってるんですか？はい。私も頑張って自粛します。うん、そうですね。どうしよう、これはもう下げようかな。嬉しいお知らせね、言える日がですね、東京だけですかっていうこともお答えが今できないんですよ。本当この間の告知で全て伝えるはずだったんですけどね。本当申し訳ないです。こればかりは。はい。よいしょ。じゃあ最近もらったプレゼントでいただいたこのなんだっけ、シャルトルアシュフォードのシャルトルをお見せしとこう。せめて仙台にお願いしますね。仙台ね、大阪にも来てほしいです。行きたいんですよ。私も行きたいんです。シャルトルの青めっちゃ可愛いですよね。私、まあでもどっちが好きなのって言われたら、それはまあ、ピンクちゃんが大好きではあるんですけど、それにしてもシャルトルのブルーは可愛い。はい。可愛いです。シャルトルね。あ、欲しくなりました。またサイン会とかやる予定ってありますかね。
その原画展に便乗して、なんとかならないかなって画策はしてます。はい。いいですよ、シャルトル。結構柄に個性があるんで、オンラインストアでしか買えないから、どんな柄の子が来るのかわかんないんですけど、こういうちょっと大柄な柄もあれば、こういうちょっとね、細かくこう、砕けたかけらみたいな感じの柄の子もいたりするんで、サイン会に参加したいです。サイン会ね、頑張って私はやりたいですって言ってます。はい。できる限り、もうなんか力の限り、もうなんか倒れてもいいからやらせてくれみたいな感じで、こう入場、なんか来てくださる人数もできるだけもうたくさん、それだと先生、体壊れますよみたいなこと言われたんですけど、いやいや、大丈夫だから、もう呼べる限り呼びたいですみたいなことを言って、警視と押し問答とかしてるんですよ、一応。はい。もしサイン会ね、やれることがあったら、ぜひ皆さんもし持ってる文房具とかシステム手帳があったら持ってきて見せてくださると嬉しい。ペンケースなんかパカって見せてくれても全然嬉しい。サイン会、はい。倒れちゃダメです。そうなんですよ。倒れるのダメなんですけど、なんか去年サイン会させてもらった時も、やっぱりこう、ね、当選と落選っていう抽選だったじゃないですか。で、まあ、私はどんだけ応募数があったのかも聞いてるし、一体何人の方が受かって何人の方が落ちてしまわれたのかっていうのも知ってるので、どうしてもですね、その数をこう逆転させたいっていう、はい、そうなんですよ。逆転させたいから、あの、なんとかね、こう、呼べないかみたいなことは言ってるんですけど、まあ、会場の都合とか、まあなんかいろいろとあるんですけどね。そう、ペンケースパカって見せるだけで私、ふーってなる。ふーってなります。サイン会また参加したいです。はい。できるだけね、実現できるようになりたいですね。コロナが収束したら。はい。全然、はい、無理なさらずありがとうございます。無理してでもね、一応やれるときにやっときたいんですよ。いつまでできるか自分でもちょっとわからないところがあるので、ありがとうございます。そろそろ1時間経とうとしている。ありがとうございます。ペンケースお見せします。ありがとうございます。ペンケース見せて。ペンケース見たいんです、私。はい。ありがとうございます。皆さん優しい。そうですね、文房具見せ合い会。オフ会とかね、なんかこう文具オフ会とかね、できればいいんですけどね。バナナのペンケースだけはですね、バナナを見たら私ちょっと叫んじゃうかもしれないですけど、はい、ペンケース持ってきてください。はい。じゃあなんかそろそろ多分終了かなと思います。すいません、なんかもっといろいろと話すつもりだったんですけど、1時間って早いですね。はい。またなんかお話できるネタができたらライブしますね。はい。ありがとうございます。あっという間ですね。はい。やります、やります。ペンケース見せてください。そう、オフ会ね。銀座の伊東屋に集まろうぜとか、神戸の長沢文具センターに集まろうぜみたいなことがやりたい。出た。カウントダウンが始まったので、では、そろそろ終わろうと思います。もう長らくご拝聴いただきありがとうございました。すいません。ではまた。はーい。ありがとうございます。よいしょ。